はい、こんにちは、サゴンです。今日はですね、この前に友達といろんな話をしたんですけど、その中でどんな女性が好みか、どんな女性がモテないかについて、いろんな話をしてみました。その中に交通的に出てきたのが、いろいろあって、その中で韓国人の僕が思ってるモテない女性のタイプについて話しようと思います。やっぱりいろんな悪い女の子、悪い恋愛の方はあるとは思いますけど、その中でほとんどの男の子が、せめて僕の周りの男の子たちが言う一個の理由、一個のモテない女性を選べとも言ったら、僕は寂しいってめっちゃ言う人、その単語をめっちゃ使ったり、寂しがってる人がモテないんじゃないかなと思います。こうやって話聞いたら、これがなんで嫌なんですか、モテないんですかって理解できない人がいるとは思いますけど、むしろ彼氏のことをもっと見ていることじゃないんですかとか、いい性格じゃないんですかとか言うかもしれないんですけど、このところは恋愛をすることになったら、本当にはっきり見えること、はっきり見える問題だとは思います。もしこういう人と恋愛をするとしたら、最初は僕のことをちゃんと見てくれる彼女の姿にいい気持ちになるかもしれないし、嬉しくなるかもしれないんですけど、でもどんどん時間が経った後からは、やっぱりその方、その人は僕じゃないと何でも何もできない人なのを感じて、その事態に心の負担になるとは思います。寂しがってる人、寂しいをめっちゃ感じる人っていうことは、僕たちがその人と付き合う間、その間にもデートをするその瞬間、その時だけは大丈夫かもしれないんですけど、そうじゃない状況、例えば僕のが仕事する時とか、他の予定があって他の人と会ってる時とか、そういういろんな、彼女と一緒にいない時、その時には、その彼女はずっと寂しがってると思うし、その寂しさを解決できないまま、僕だけをずっと見てることになるから、そのことについてどんどん僕は疲れるとは思います。だから、その寂しさっていう感情、その感情は、僕が思ったのは、その感情についても男女が感じるところと、その深いか、その差も結構あるので、彼氏がそれを解決してあげようとしても、それがちゃんと解決できないし、その感じるところが違うから、一緒にいても寂しいっていう彼女もいるし、そのいろんな寂しさの種類っていうか、そっちについて彼氏は本当に手伝いけどできない、そのところで本当にイライラっていうか、心が複雑っていうか負担になると思います。だからそういう方は毎日会わなきゃ、その状況、毎日会う状況じゃないとその感情は解決できないと思うし、それは完全に解決はできないとは思います。それを含めて整理したら、寂しがってる人、それで自分自身が前向きで進めない人とか、この寂しさを解決できない人とか、彼氏がいなかったら何もできないし、その間彼氏だけずっと見てる人とか、そういう人たちが韓国人の僕の周りの友達には本当にモテないし、付き合いたくない人になるんじゃないかなと思います。それはもう僕の周りの個人的な意見なんですけど、ほとんどの僕の友達がそう言ってるから、多分韓国人についてはその人たちがモテないんじゃないかなとは思います。今日はモテない女の人はどんな人か、いろんなことを話してみたんですけど、皆さんどうでしたか？やっぱり男女の恋愛について、100% これですっては言えないんですけど、僕の周りとか僕が今まで住んでて感じたところがこれなので、ほとんどの男の子はそうじゃないかなとは思います。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。